2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー。4、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。郊外モードの燃費を確認するため100キロほどを往復してみました。指示値はご覧の通り郊外モード値とほとんど同じです。ルームランプの LED 化。ルームランプの発光色はデフォルトでアンバーです。ルームランプは同じものが前後2箇所についています。落ち着いた色合いですが文字等を見るには少し暗いです。なので季節の LED 基板を加工しながら移設します。交換後の変化がどのようになったかは8分0秒頃の動画をご覧ください。季節ランプの規格と構造。デフォルトのランプです。このようなガラス球だけの形でソケットに直接差し込みます。なので電球のところから電源をもらうにはこのソケットを使います。さらに LED 電源として差し込むには曲線に注意する必要があります。白熱球には曲線はありませんね。電球をそのまま使い続ける場合には注意事項があります。小さいので指でつまんでソケットに差し込みますが、その際には必ずランプの清掃が必要です。理由はガラス表面に指の油、皮脂が付着するからです。電球は少しの転倒でも触れられないくらい熱くなっています。つまり熱を光に変え放射しているので、皮脂が光を遮蔽すると内部に熱がこもることになります。その結果自分の出した熱でランプ寿命が短くなるのです。触らないのは無理でしょうからランプ取り付け後は脱脂するのがベストです。LED の加工。LED 基板 50×35 です。以前のものを再利用します。これで 7.5W だそうです。この大きさの中に LED が20個ついています。厚さは 5mm でクッション材、基板、LED が 2+1+2mm です。厚さがこのままでは収まらないのでクッション材は剥ぎ取ります。剥ぎ取るとこのようになります。ユニットを2つパラってこのような形にします。ハンダで接続して熱収縮チューブで保護します。接続配線はちょうど照明ボックスのくぼみに収まります。同じものをもう一つ作ります。このようになりました。裏はこのままにはできないので絶縁フィルムで保護します。フィルムにテープを貼ったものを使います。このように淡々と作っていきます。実はこれ湿布薬のフィルムです。
片側はサンドペーパー1500番くらいで少し目荒らししてテープが貼れるようにしました。切り揃えたら貼っていきます。こんな感じです。簡単な加工ですが確実に行わないとショート等で重大な被害が発生することを強く認識してください。 DIY を軽く考えると危険です。それでは続けて動画をご覧ください。このようにフィルムを閉じ合わせて電線だけ出る形にします。一つできました。同じように作ります。2つできました。実際は裏側には少し隙間がありますが絶縁は必要です。取り付けに際して左上のこのボルトが基板に干渉します。周りの枠より少し突出しています。なので抵当ビスに取り替えて回避します。右下のビスは基板が当たらないのでそのままにしておきます。交換しました。このビスはルームランプのグランドを兼ねているのでしっかり締め付けます。フィルム裏に貼った両面テープで枠に LED を固定します。カバーのほぼ中心あたりになれば良いでしょう。カバーを取り付けます。完成しました。ルームランプの点灯試験。作業が終了したので点灯してみましょう。冒頭の映像と比較してみてください。光源の色温度も違うので車内が見違えるように明るくなりました。車速連動ドアロックハザードキットの取り付け。キットです。すでにオプションカプラーをつけているので分岐コネクターをつなぐことになります。これがオプションカプラー分岐コネクターです。オプションカプラーの前段に取り付けます。コネクターでパラっているだけのように見えます。
キットを開封します。10A のヒューズがついています。最初につけた 7.5A と交換します。あとはリードと本体、それと写真がたくさんの説明書です。これが本体です。付属の両面テープで貼り付け固定します。ここにディップスイッチがあります。設定はドアロックや解除のタイミング、ドアオープン時のハザード、バックハザードの4種を選べます。この面に両面テープを貼り付けます。接続はディップスイッチを設定してコネクターをつなぎ設置を施すだけです。小さいタイバンドが2本ついていて説明書の写真は豊富で分かりやすいです。ディップスイッチの説明も詳しく紹介されています。キットの取り付け。取り付けたオプションカプラーを一旦外して分岐コネクター経由でユニットを取り付けます。あとはもう一度ヒューズボックスコネクターに戻します。次にこの場所を引いてインパネを外します。設置端子を中から車体ボルトに閉じ込みます。季節の穴に増設したボルトです。ユニット本体はこの場所に貼り付けました。設置線をインパネ内部からボルトまで配線します。カメラ片手でやっているのでご容赦ください。ボルトの閉じ込みは頑強に行わないと接触不良や電飾の原因になります。あとは強く締め付けて終了です。締め付け終了しました。ヒューズボックスとユニットの状況です。ユニット本体と分岐コネクターです。配線がこれだけなのでヒューズボックス周りはすっきりしています。その他の配線は上側にまとめてあります。これでディップスイッチの変更も楽です。動作確認と試験。
シフトを R にすると自動でハザードが点灯します。戻すと停止します。もう一度。ブレーキを踏んでいますがリアの状況です。車速連動ドアロックの確認です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。